第3章、国家制海権の喪失とクリミア制空権の崩壊。ロシアがクリミアを維持するためには、2つの条件が必要です。1つは、黒海を使えることです。もう1つは、クリミア上空を守れることです。つまり、制海権と制空権です。しかし、近藤機関では、この2つが、すでに大きく崩れていると見ています。まず黒海です。ロシア黒海艦隊は、開戦前、クリミアのセバストポリを中心に、黒海全域へ圧力をかける存在でした。黒海艦隊は、ウクライナ沿岸へのミサイル攻撃、海上封鎖、揚陸作戦の一角、クリミア防衛の支援を担うはずでした。しかし、戦争が長期化する中で、黒海艦隊は大きく損耗しました。象徴的だったのは、巡洋艦モスクワの撃沈です。その後も、ウクライナは、対艦ミサイル、長距離ドローン、無人艇、特殊作戦を組み合わせて、黒海艦隊を継続的に攻撃しました。大型揚陸艦、哨戒艦、補助艦艇、潜水艦、港湾施設、修理施設が攻撃対象となりました。ウクライナが潜水艦を攻撃対象にした理由は、キロ級潜水艦が黒海から巡航ミサイルを発射し、ウクライナ本土を攻撃できる戦力だからです。重要なのは、ウクライナが大型水上艦隊を持たないにもかかわらず、ロシア黒海艦隊の行動範囲を狭めたことです。ウクライナは無人艇、ミサイル、ドローン、情報支援を組み合わせることで、ロシア艦艇がセバストポリを安全な母港として使うことを難しくしました。その結果、ロシア黒海艦隊はセバストポリから後退し、ノボロシースク方面へ分散せざるを得なくなりました。これは単なる配置転換ではありません。クリミアを支える海上戦力が、クリミアから距離を取らざるを得なくなったということです。これにより、港湾防衛、海上補給、艦艇修理、巡航ミサイル運用能力にも影響が及びました。さらに、ロシア艦艇が黒海西部へ自由に出られなくなれば、ウクライナ南部沿岸への圧力も低下します。これは、クリミアが前線基地から攻撃を受け続ける突出部へ変わることを意味します。次に、クリミアの制空権です。クリミアを維持するには、防空網と航空基地が必要です。S300、S400、レーダー、電子戦装置、航空基地、弾薬庫、燃料施設が一体となって、初めてクリミア上空を守ることができます。しかし、ウクライナは、この防空網そのものを継続的に攻撃しています。狙われているのは、S300、S400 の発射機、レーダー、指揮所、弾薬庫、航空基地です。報道で確認できる範囲だけでも、2025年後半から2026年3月までのクリミアでは、少なくとも10機前後のロシア軍レーダーが破壊、または大きく損傷したとみられます。対象には、高級 N6E プロッチブノク、7326パロール、バルダイ、39N6 カスタ 2E2、96L6、MR10M1 ミス M1、ギラ A10、ネボ U、P18 テレク、ネボ SV などが含まれます。これは、クリミア防空網の目が継続的に潰されていることを意味します。防空システムは発射機だけでは機能しません。レーダー、指揮装置、通信網、兵站のどれかが破壊されれば、防空網には穴が開きます。ここでさらに重要なのが、A50 早期警戒管制機の喪失と交代です。A50 は、ロシア軍にとって空のレーダーです。地上レーダーだけでは、低空目標や電子戦への対応に限界があります。A50 は上空から広域を監視し、ウクライナ機や巡航ミサイル、ドローンを早期に探知する役割を担っていました。しかし、A50 が撃墜、損傷し、さらに前線近くでの運用を避けて後方へ下がったため、クリミア防空網には大きな空白が生じています。クリミア周辺の空と海を見るロシア軍の目が後方へ下がったということです。そして、ロシアの目が後退する一方で、ウクライナ側の監視能力は強化されようとしています。ウクライナは、スウェーデンから ASC890 早期警戒機を導入する予定です。さらに、近代化された F16 も徐々に増えています。F16 は、西側製ミサイル、電子戦装備、データリンク、早期警戒機との連携によって、防空と攻撃能力を押し上げる基盤になります。つまり、ロシア側では、A50 と地上レーダーが削られ、ウクライナ側では ASC890 と F16 が加わる構図です。これはクリミア周辺の制空権が
ロシア側からウクライナ側へ移る可能性を高めています。また、サキ、ベルベク、ジャンコイ、グバルデイスケなどの航空基地は、ロシア軍がクリミアを防衛し、ウクライナ南部へ航空圧力をかけるための拠点です。しかし、これらの基地が頻繁にドローン攻撃を受けるため、ロシア軍は戦闘機や爆撃機を常時配備しにくくなっています。その結果、クリミア上空での即応能力も低下します。ウクライナの目的はいきなりクリミアへ突入することではありません。まず、クリミアをロシア軍にとって維持しにくい基地へ変えることです。近藤機関が注目しているのは、この変化です。クリミアは、海からも空からも、継続的に圧迫される戦域になりつつあります。黒海艦隊の交代、防空網の損耗、A50 の交代、そして ASC890 と F16 の導入によって、クリミア周辺の軍事バランスは、ロシア側に不利な方向へ変化しています。黒海制海権の喪失、クリミア制空権の崩壊、そして空中監視能力の逆転が同時に進行すれば、クリミアは孤立した半島になります。そして孤立した半島は兵士の数だけでは守れません。2026年にウクライナがクリミアを奪還できる状態となるかどうか。その第3の指標は、ロシアが黒海とクリミア上空でどれだけ優位を維持できているかです。しかし、現状はもはやロシア優位ではありません。第4章、封鎖されるクリミア、補給線の崩壊。クリミアを奪還できる状態に近づいているかどうかを見る上で、第4の指標は封鎖です。ここで言う封鎖とは、海上封鎖だけではありません。クリミアは半島であり、陸上回廊、鉄道、道路、橋、港湾、航空基地によってロシア本土と結ばれています。つまり、クリミアを維持するには、海、空、陸の補給線を同時に維持する必要があります。逆に言えば、その補給線が弱体化すれば、クリミアは戦わずして、維持、困難な半島へ変わります。ロシアがクリミアを維持するための主要な補給線は大きく3つあります。第1に、クリミア大橋です。第2に、占領下南部を通る陸上回廊です。第3に、黒海とアゾフ海を使う港湾補給です。この3つが安定している限り、ロシア軍はクリミアへ燃料、弾薬、兵員、装備、食料を送り込むことができます。しかし、現在の戦況では、この3つすべてが圧迫されています。まずクリミア大橋です。クリミア大橋は、ロシア本土とクリミアを直接結ぶ象徴的なインフラです。道路橋と鉄道橋を持ち、軍事的にも政治的にも極めて重要です。ロシアにとっては、クリミア支配の象徴であり、補給の大動脈でもあります。しかし、この橋は、すでに複数回攻撃を受けています。橋が完全に破壊されなくても、通行制限、修理、警戒強化、輸送能力の低下が発生します。重要なのは、橋が存在しているかどうかだけではありません。軍事補給を安定して通せるかどうかです。ウクライナは、精密誘導が可能な巡航ミサイルや長距離ドローンを多数装備し始めており、いつでもこの橋を狙えるでしょう。今のロシア軍の防空能力であれば、ウクライナ側がクリミア大橋を渡る車両は全て攻撃対象とすると宣言するだけで、この橋は事実上渡れない橋となり終わります。次に陸上回廊です。ロシアはドンバス、ザポリージャ州、ヘルソン州方面を通じてクリミアや陸路で補給する回廊を維持しようとしています。この陸上回廊はクリミア大橋が不安定化した場合の代替補給路でもあります。しかし陸上回廊は長く脆弱です。鉄道、道路、橋梁、燃料貯蔵施設、弾薬庫、車両集積地、指揮所が攻撃対象になります。ウクライナ軍が長距離ドローン、ミサイル、特殊作戦、パルチザン活動を組み合わせれば、陸上回廊は常に圧力を受けます。特に重要なのは鉄道です。大量の弾薬、燃料、装備を運ぶにはトラック輸送だけでは限界があります。ロシア軍の大規模補給は鉄道に大きく依存しています。そのため、鉄道橋、操車場、駅、燃料積み替え施設が攻撃されれば、前線だけでなくクリミアへの補給にも影響が出ます。ウクライナ軍は過去にハイマースを使った攻撃を行うなどして鉄道橋を破壊しています。
今後もハイマースも可能ですし JDAM のような滑空誘導爆弾による攻撃も可能でしょう。もちろんドローンや巡航ミサイルを使った攻撃も可能であり、ウクライナ側は様々な手段で妨害が可能です。第3に港湾補給です。黒海艦隊はセバストポリを安全に使えなくなり、すでにノボロシースク方面へ後退しています。ロシアはすでに海上補給の安定性を大きく損なっています。そして封鎖が進めばロシア軍は2つの選択を迫られます。1つはさらに多くの防空、燃料、兵員、艦艇、補給部隊をクリミアへ投入することです。しかしそれは他の戦線を薄くすることを意味します。もう一つは部隊や航空機、艦艇を後方へ下げることです。しかしそれはクリミアが前線基地として機能しなくなることを意味します。どちらを選んでもロシアにとって有利な選択ではありません。クリミアを支える線を一本ずつ切り、ロシア軍が守れない状態へ追い込んでいくのです。第5章、奪還、クリミアを守れなくなるロシア軍。混同期間の結論を申し上げます。2026年にウクライナがクリミアを奪還できる状態となる可能性は極めて高いと判断します。その理由は第1章で見たように、ロシア本土の製油所、燃料施設、石油積み出し港は継続的な攻撃を受けています。ロシア経済の数値が悪化するほどの影響を受けています。国内や占領地での燃料不足が常態化している地域もあります。その常態化している地域というのがクリミア半島です。このことからすでに現時点で島民と軍が必要とする量は確保できておらず、島民が割り送って軍用の燃料を確保している状況と思われます。このままウクライナ軍の石油インフラへの攻撃が続けば、クリミアは発電することすらできなくなる可能性があります。すでにそれほど追い込まれています。第2章で見たように、ロシア軍の集団作戦能力は低下しています。外対戦術軍レベルの諸兵科連合部隊もほぼ編成できない状態です。半島を守るための諸兵科連合部隊も事実上存在しない可能性があります。第3章で見たように、黒海艦隊、防空網、制空権も弱体化しています。黒海艦隊はすでにノボローシスクに下がっており、今は小海艇などの小型艦が配されている程度ですが、それらもウクライナ軍ドローンによって日々削られています。航空基地も多くの戦闘部隊がクリミア半島から後方に下がっています。防空網はまだ完全に潰れていませんが、日々損耗しているのはウクライナ軍の公開するドローン映像から確認されています。したがって黒海においてロシアが制海権を維持できているのはクリミア大橋付近だけと推定されます。制空については双方とも獲得できていない状態なのでグレー地帯です。防空ミサイルについては前述した通り生き残ってはいますが、日々損耗しており、根絶やしにされるタイミングはウクライナ軍が握っている状態です。つまりウクライナ軍が大規模なドローン部隊を送り込めば、クリミアの防空部隊を相当できる状態と推定されます。そして第4章で見たように、クリミアを支える補給線も圧迫されています。これらは別々の問題ではありません。全てが連鎖しながらクリミアを維持するための条件そのものを崩しています。重要なのは、クリミア奪還とは必ずしも大規模上陸作戦を必要としないということです。ロシア軍がクリミアを維持できなくなれば、その時点でクリミア奪還への条件は整ったことになります。その後、反撃の象徴としてウクライナ軍が実際にクリミアへ上陸し奪還するのか、あるいはロシアにクリミア維持の負担を強いることによりロシアの継戦能力をさらに弱体化させ続けるのか、それはウクライナ側の政治的、軍事的判断になるでしょう。しかしどちらの選択肢を取るにせよ、クリミアをめぐる主導権は2026年中にウクライナ側へ移ると近藤機関は予測しています。